しみる。おいしい。すごい肉みたいですね。はい。おいしい。内子のちょっとしっかりしたホロホロした食感と外子のプチプチ卵食感、そこに茶碗蒸しの温かみ、三位一体で美味しい。お客さんは兵庫県内の方が多いんですか？どれぐらいですか、割合は県外の方と。ほとんどでも8割ぐらいは県内の方へえ。じゃあ東京から来るみたいなのはあんまレアですですか？はい、あれですね。この辺りって宿泊施設もないし、なかなか来づらいですよ。これ牡蠣のオイルって何油？これごま油と米油ブレンド。ごまと米つけてる時間結構長いですか？そうです、一晩。珍しいですね、この組み合わせ。そうですね、奈良漬けが多いですね。たっぷりつけて辛くなくてさっぱり食べれる。濃厚とさっぱりのちょうどいい塩梅でしつこすぎなくて美味しいです。シャキシャキの極細だから食べやすい。ちょっと辛口のガリ美味しい。お店って独立何歳でされたんですか28になってすぐオープンしました。でもなんか常連さん多そうですね。はい、ほぼ常連様。ほぼ常連さん、はい、でお任せが1万8000円プラス税、消費税プラス税、はい、予約はどうやったら取れますか？電話予約です。電話予約、はい1月以降は新店の方で新店です。また、はい、最寄りが苦楽園というのは変わらずで、ちょっと場所が変わると、歩いていくちょうど歩いて腹ごなしになるなるぐらいのあーぐらいの距離。
なんで2枚漬けにしてる？薄めなので、めちゃくちゃうまい。プリプリ、歯ごたえが美味しい。つるんとしてて美味しい。シンプルイズザベスト。結構弾力のあるおかみ。これ部位でいうとどこなんですか？背中の剥がれ身、分かれ身。赤身。赤身と中トロ同じマグロなんですか？同じマグロです。うまっ。分厚い。食べ応えがすごい。シャリにすごい合う。身が厚いですね。はい。油も。どこですか？天草。分厚い。美味しい。結構スモーク感がきますね。美味しい。大人の味わい。ネギがまた香りをより引き立たせてくれる。美味しい。こってりっていうよりちょっと酸味がある感じで程よくシャリと一体化する。いやマジでうまい。このぐらいの油の方がいいですよ。しつこすぎるっていうか。そうですね。すごく甘みがあるお米を使ってるので、シャリ酢の砂糖はほんと少し。食べ疲れしないシャリってあくまで大将の考えとして塩味とか酸味とか甘さとか要素があるじゃないですか。感覚的にどういうシャリだったら食べ疲れしないみたいなニュアンスで調合されるんですか？砂糖が強くても甘さが残ってるし、はい、塩が強くても喉乾いちゃう。喉が疲れてるんですよ、はい、めっちゃお茶いっちゃいますもん。しょっぱいと最初美味しいんですけど後半結構気持ち悪くなってくるんですよ。後半ね、コースとして見た時に難しい。関西の人って、特に大阪とかだとやっぱ甘いシャリが結構皆さん馴染みがある。兵庫とかだとどうなんですか？いや、一緒です。やっぱ関西は甘いシャリが怒った魚にはそっちが美味しいんですよ。白身のブリブリ系のブリブリのシャリ、はい、魚自体に旨味が少ないのでシャリを甘くして、関西の方って甘いとうまいは近いというイコール、はい。
かみさんから見て大将はどんな方なんですか？かっこいいと思いますよ。大将のお寿司が一番美味しいと思ってます。素敵ですね。おかみさんは日本酒もワインもお酒は全般提案できるみたいな感じそうですね。一応お店で出すもの全部飲んで、お客さんに一応こんなんです、あんなんですっていうのは、ただね、お酒の味覚もそうなんですけど、人によって感じ方が違うので、なるべくお話ししてくれたら嬉しいです。いやーね、おかみって感じですよね。気さくな。兵庫の方なんですか？私は北海道民です。あ、どさんこなんですか？はい、どさんこ。おー。油を感じる質感、しかしシャープで筋肉質な感じもある。いやでも思ったよりちょっと柔らかいですね。もっと筋肉質かと思ったら。兵庫の主な産地って淡路、明石、あとあります？姫路。仕入れってこの辺だと市場はどこで？東灘に東武市場で。東武市場。へえ。あ、柿甘っ。なんかちょっとマンゴーみたいな食感が似てます。お酢はブレンドされてるんですか5種類。？5種類。赤に米さん。塩、砂糖、きび砂糖。きび砂糖。お酢の印象がしっかりくるんですけど、握りもちょっと大きめに握ってくださるじゃないですか。全然食べ疲れてないんです。むしろなんかこう嘘じゃなくて活力がどんどん出てくる感じで、元気が出てくる感じのシャリだな。そうですね。お米水分量少なめ。ちょっと硬くて、は結構ね苦労したんですけど、はい、コシヒカリってもともと水分量が多いじゃないですか。い、ちょっとなんか粘りがあるみたいなイメージが。粘り物。はい。軽いシャリにしたの。浸水具合、各水の量、はい、いろいろ変えてます。すごいネタももちろん美味しいんですけど、なんかシャリがちゃんと強いけど強すぎないし弱すぎないし、結構主張があって、で最初のやっぱタイとかイカとかは結構シャリを感じるじゃないですか。でそこからマグロゾーン入ってとかサワラとかエビとかになった時はネタが強いから負けてないけど、またなんか感じ方が変わって、はい。何日か置いてるんですか？
3日ですね。3日。ブリブリがちょっと抑えられてそうですね。馴染みますね、シャリ。めっちゃ美味しい。これタイって塩だけですか？塩だけ。塩だけ。はい、塩水。塩水。腹側？背側？これは背側。背側。はい。明石のタイですよね。明石のタイです。明石のタイって大きいんですか？僕が使うのは 1.5 から2キロぐらい。でも結構しっかりサイズです気がする。やっぱ明石のタイってスポーツマンっていうか塩が早いから、はい、運動筋肉質な感じなんですか？そうですね。締まってますね。だから寿司はちょっと寝かせて今日握ったのがで3日です。3日目、は乾目の握りのフォルムも含めてちょっとしびれました。今日のやつどこでしたっけ？坊勢と坊勢の赤貝大きいんですか？これからもっと大きくなるんですか？まだちょっと水っぽいんですけど、これからだんだん身が厚くなってきます。香りはありますよね。香りありました。でもなんだろうな、塩味というか海の塩の香りがした、はい、東京とかに出回ってるんですか、あの赤貝って。本当聞いたことないなと思って。そうですね、あんまり東京で見ないのでわからないですけど、あんまり行ってない。めっちゃうまい。見た目ちょっと小ぶりかなと思ったら、まあ、紐も入ってると思いますけど結構分厚く感じる。紐の力でちょっとしたぬめりが美味しいですね。そうですね、大将今日はありがとうございました。ありがとうございました。4年ぶりにお久しぶりで、寿司高政さんのこだわってらっしゃるところってどんなところですか？甘い関西のシャリっていうのがやっぱり皆さんちっちゃい時から食べてきてる味覚があるじゃないですか、はい、けどちょっとそれに風穴を開けるじゃないですけど、こういうのもあるよっていうのをちょっと分かってもらえる店があってもいいんじゃないかな。なんかそのシャリの、いわゆる赤酢というか結構しっかりしたシャリっていうのは修行先とかの影響が大きいんですか？はい、大阪で修行されて、それで独立でしたっけ？そうです。18からですか、お寿司屋さんは。19からで9年間。でも移転されてからも楽しみですね、はい、新しいお店。そうですね、はい、日曜日休みね。そうなんです。日曜休み、日曜定休日。土曜日昼からやる。はい、投資営業しよう。お任せ1本でちょっと味も見た目も最高でした。はい、本当美味しかったです。